はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、あの人の本音ということでやっていきたいと思います。赤、青、黄色のうち直感でお選びください。複数お選びになっても大丈夫です。今見た時がタイミングとなっております。それでは概要欄の方に開始時刻がありますので、そちらをご覧になっていただいて、それぞれ始めてください。はい、それでは赤を選んだ方のあの人の本音をリーディングしていきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の現在、過去の心境状況を見ていきながら、今後の展開、あなたとの関係性などを見ていければなと思います。それでは行きたいと思います。はい、それでは行きたいと思います。まずあの人の状況、心境から見ていきたいと思います。非常に今の状況というのは辛い深刻というところが見えますと、左のカードですね。非常に松葉杖をついている方と、雪道を歩いているような雰囲気。非常に今の状況っていうのはあなたに対しての気持ちというもの、これがねなかなかね伝わらなかったりとか、あなたにとの関係が冷え切っている、そういった状況が表せるのかなと。その際にあの人はなかなか自分からね、思いを伝えたりとかできなかったりとか、そういうふうに、考えられます。非常にねこの状況で見ると喧嘩であったりとか、喧嘩に近いことが2人の中であったんじゃないかなというふうに、思います。じゃあ一方で、その原因となった要因として、もともとねお二人の関係っていうのは結構分け隔てなく話せる関係性なのかなと。今のある関係っていうのは非常に長い間築いた関係性であって、すごい友達からの発展だったりとか、幼馴染だったりとか、そういった関係からのお二人ということなのかなと。もしお付き合いされてないんであれば、お友達の期間も長い方、お付き合いされてたとしても非常に長い関係性を築かれている二人なのかなというふうに思います。ですので今はその結構長い関係にもあるにもかかわらず、なかなかうまくいかない状況をカードは示しております。はい、表層心理を見ると鳳凰のカードですね。あの人自身は自分の下した判断というのは大きく間違ってはいないと。自分は自分のあるルール、一般的な常識に基づいて、判断を下していたりとか、あなたに対して、間違った行動はしてないんじゃないかなというふうに、考えるところがある。ですのでどこかあなたに対して申し訳ないっていう気持ちというよりは、いやなぜこの行動に対して、あなたはうまく合わせてくれないんだろうと、なぜ、心を開いてくれないんだろうという気持ちになっているんではないでしょうか。はい。であの人の深層心理を見てみたいと思います。ザ・エンペラー、やはりねエンペラー帝王皇帝のカードが出ているんですけども、この逆位置に出てるということは、やはり自分の意思を、考え意思というのを曲げたくない、比較的ワンマンになりやすい状況ですね。例えば自分のさっき言ったルールだったりとか、それをあなたに押し付けたりとか、いう部分がある。それはね間違ってるとね思ってないんですよね。それがねあなたとの関係性が今うまくいってない、要因の一つなのかなというふうに思います。はい、それでは過去の部分を見てみます。はい、こちらまたキングオブカップの逆位置ですね。これキングとかエンペラーとか王のカードっていうのは、割と自分で男らしく物事を進めてくれる一方で、これ逆に出ているので、やはりそれがねどこかエゴイスト、自分勝手なワンマンな、部分が非常に出てきてしまっている、というふうに思います。ですのであなた自身もねちょっとあの人ね、自分勝手なんじゃないかなって思いつつある。でもねあの人は気づいていない、そんな状況になるかなというふうに思います。ここまででまとめますと、今あなたとの関係というのは非常に長い、友人関係かもしくは恋人関係というところがあります。ですが今はなかなか仲が良くないという状況。それはあの人があなたに対して自分の常識を結構押し付けている部分と、それを、あの人は気づいていない、
ことが要因となって、うまく関係性が良くないというふうに思われます。はい。では今後お二人の関係がどうなるか、キングオブワンズですね。やはりね、キングだったりとかフォーとかエンペラーとか、結構あの人っていうのはね、自分の意見はね曲げない部分があります。ですがこれね、非常に前向き、聖地に出ているということで、あの人はね、かなりあなたに対して前向きな気持ちを抱くんじゃないですかねというところ、これはね、非常にプラスになっております。なぜなら、キングオブワンズっていうのはもともとね、リーダーシップであったりとか、そういうのを発揮する非常にいいカード。なので、今後は展開としては、今まで自分の意見を変えなかったっていうものがいい方向に進むと捉えていただければなというふうに思います。はい。それでは、あなたとの今後の関係性の周辺環境であったりとか、あの人の状況、立場、状況をね、見ていきたいと思います。なるほど。これね、お金のカード、ペンタクルのカードが2枚出ております。ですので、先ほどもキングオブワンズのカードが出てましたよね。でいうと、やはりお仕事の面では非常に有能な方で、して仕事もうまくいくというふうに出ております。それによって、あなたに潤される、あなたに、提供されるというか出されるお金の部分だったりとかも非常に良くなったりとかする。なのであまり仕事の面ではあの人のことは心配ないのかなと。でこれ大金をつかむカード、そしてページをペンタクル、でもね、お金ばかりに頼ってしまったりとかして、結局あなたに対する細かい配慮だったりとか、そういうものが少しね、物足りない部分もあるんですが、総じてね、あなたを引っ張っていこうという気持ちが、強いので、非常にあなたへの気持ちというのは、かなり前に向いてきてるのかなというふうに思います。はい。では今後の結論とその願望になりますね。運命の輪ができております。これね、あなたに対するタイミング、うまくいくタイミングというものが出ているんですが、逆位置に出ております。それはあなたに対する、あなたとうまくいくチャンスというのが来ますが、それが、一瞬ですね。これを逃してしまうとうまくいかない可能性が高いというふうに考えていただけます。そうするとお相手はあなたに対して消極的であったりとか、何をすればいいのかわからなかったりとか、非常にアクティブにあなたにアプローチするということがなくなってしまう状況なのかなというふうに思います。じゃあどのタイミングがチャンスなのかというと、先ほどね、お伝えした通り、お仕事の方が順調にいきますよと、お相手の方で、そのタイミングで、ぐいぐい来ることがあります。そのタイミングです。はい。それをね、一回あなたはスルーしてしまうと、あまりいい方向に進まなくなる可能性があるので、そのタイミングをね、しっかり考えて、捉えていただければなというふうに思います。はい。で、まとめとアドバイス。お相手とあなたの関係というのは非常に長いものがあるが、今は少し良くない、大変な関係で状況である。それはお相手が自分の価値観を曲げずにあなたに結構押し付けてくる部分があり、それがあの人にとって、気づいていない。それをあなたは不満に感じているため、なかなか関係性が良くならない。で今後は、そういった、ベースの部分は変わらないんですけども、そういった積極性であったりとかリーダーシップっていうものが、いい方向に進むので、お仕事であったりとかあなたに対する接し方っていうのもかなり、改善されていくかと思います。ですがそのチャンスのタイミングは一瞬です。もし仲直りであったりとかをするんであれば、お相手があなたに対して明確にプラスの対応をしてきた時にあなたもしっかり、否定せずに受け入れてください。そうすると2人の関係というのは、非常にね、いいものになっていくのではないでしょうか。はい、アドバイス、チャンスを逃さず、頑張ってくださいというふうに思います。このね、ホイールフォーチュンというのはもともといいカードです。逆位置に出ているけどもすごくいいカードなので、あなたの気づき次第で、お二人の関係は、かなり良いものになるのかなと思います。それでは以上で赤のリーディングを終わりにします。はい、それでは
青を選んだ方のあの人の本音のリーディングをしていきたいと思います。目線はあの人目線で、あの人の過去、現在、未来を状況、心境を見ながら、今後の展開、あなたとの関係性などを見てリーディングできればなと思います。それでは行きたいと思います。早速いきます。ワイトの現在の状況、それに至る原因ですね、お話ししていきたいと思います。はい、ですね、あなたとの関係性というものが非常に現実化、今までは頭でぼんやり考えて理想像であったり、こうなったらいいな、ああなったらいいなというものがなんとなく思い浮かんでいた、ところがあるかと思います。ですが、それがね、明確になっていきます。計画であったりとか、今までね、こうしたらいいなっていうものがね、徐々に動き出す、そういうタイミングなのかなというふうに思います。ですので、まだそういった動きが見られないのであれば、近いうちにあの人から、何らかの明確な行動が出てくるのではないのでしょうかというところ。はい。で、ジャッジメントの右のカード、ジャッジメントの逆位置。これはね、もともと、あれですね、決断のタイミングというところがあります。明確化されるんですけども、あなた自身がそれを受け入れづらいと。明確化された決断行動、あの人による明確な決断行動をあなたが、ね受け入れる決断を少し迷ってしまう、そういったことによってなかなか前に進まなくなる可能性があるというふうに言っております。ですので、もうすでにねそういったお話を受けているのであれば、それはね、しっかり、話し合いの場は設けた方がいいですし、まだないのであればこれからそういうのがあるので、そういった心の準備をされてはいかがでしょうかというふうになっております。はい。じゃあ表面的な心理を見たときにザ・フール、かなりねどちらかというと、勢いというものもありますと。今行かないとなかなか切り出せない、決断できないんじゃないかなっていう思いがあの人にある。なのでかなり、計画だったりっていうのもあるんですけども、少しね、大雑把な部分もあります。ですが、行動していくうちにそれはすごく改善されていく可能性が非常に高いので、あまりね心配されることはないと思います。ですが、注意しなきゃいけないのは勢いで来ているので、その勢いに対してあなたが答えてあげないと、その勢いっていうのはまた静まる可能性はあると。ですので非常にいいタイミングで来ているので、あなたはそれを受け入れる体制っていうのは大切なのかなというふうに思います。はい、それでは深層 C にナイト・オブ・ワンズの逆位置。はい、これね、勢いというものが先ほどあるというふうにお伝えしたんですが、これはね勢いを殺してしまいかねない、その自分に対する心配であったりとか、うまくいかないんじゃないかなっていう不安というものが明確にあります。このね、もともとこのカード自体はすごく、勢いであってどんどん進んでうまくいくっていうカードが出てるんですけども、逆位置に出てるんで、それがうまくいかなかったらどうしようだったりとか、そういう思いが深層心理にあります。で、本人も気づいていない。本人自身は、あの人自身は、ガンガンいけばうまくいくだろうっていう風な頭の中であるけど、実際少しでかなり不安になっています。ですので、そういった、勢いで来る反面不安になっているあの人の状況をね、あなたは察してあげる、これがね重要なのかなというふうに思います。こちらもね、戦車のカード、戦車も一緒ですね。物事がスムーズに運ぶように、すごく勢いを持って行動する。ですので今の状況っていうのはあの人がかなり、前に進めるために精一杯の力を振り絞ってやっていることなので、非常に物事は前に進みやすいですと。要はあなたの最後は結論をどう出すか、これが、ポイントになってくるのかなというふうに思います。で、まとめますと、あの人は非常に今までの現実、ぼんやりしたものが明確化されて、あなたに何らかの決断を迫ってくるでしょう。でもあなたはそれが準備できないためなかなか前に進まない。それはあの人にとってすごい勢いのあるものであって、表面的には勢いのあるものだけども、深層心理としては少し不安な部分があると。それをスムーズに行動するためにいろいろ手を尽くしているので、ぜひともうまくいっていきたいという気持ちがあるというふうに思われますと。はい、じゃあ今後あの人はどのようになっていくかというものをお話ししていきたいと思います。はい、ナイト・オブ・カップ、これですね。
愛情の不安定さですね。これね、愛情があなたに対して順調に育むっていう気持ちもあるんですが、逆位置に出ています。それはね、あなたがしっかり受け入れてあげない可能性が高いというところ。これね、あの人が悪いというのはなくて、あなたが準備できていなく、あの人のアプローチに対して受け入れないから。ちょっとうまくいかないんじゃないかな。ちょっとこの先うまくいかないかもしれない、心配だってあの人は思ってしまいます。ですので、そういった不安なタイミングが近いうちに来る。これを防ぐとしたら、あなたが、ね、そういう状況にならないようにしっかり受け入れてあげるっていうところが大切なのかなというふうに思います。では、今後の周辺の環境、あの人の立場、状況などを見ていただければなと思います。やはりね、左のカード、あなたが、新しい物事に対して、消極的な面が出ております。あの人の何らかの提案をあなたは受け入れると、物事のフェーズというか、変わりますと、新たなことを始まるというふうに、なっているんですが、それに対して消極的。なので非常にもどかしい気持ちというものはあるものの、なかなかあなたは環境が変えられない、そういった状況にあるのかなというふうに思います。で、右のカードを見ていただくと、ザ・スター、願いを叶えたい、あなたとの一緒にいたい、あなたと今後一緒になりたいという思いを叶えたいというのが強いと。なので非常にあなたとお相手の中のこの温度差というものが出てきてしまって、なかなかそこがね、うまくいかない可能性っていうのはあります。ですがね、まずそもそもあの人があなたに対する気持ちっていうのはかなり強いものがあります。そういった部分をね、理解された方がいいのかなと。勢いがあるから大丈夫だとあなたは高をくくってはいけません。うまくいかないとなると、あの人は非常に不安になってしまうんですね。なので、あの人の気持ちっていうのを汲んであげるっていうのが大切なのかなというふうに思います。はい。では結論。結論とその原因ですね。はい。その原因ですと、やはりね、気をつけなきゃいけないのは、またそれね、この逆位置に、カードが出ているっていうことですね。あなたがしっかり受け入れないと、あの人っていうのは気持ちを自分に向けてしまい、塞ぎ込んでしまい、どこかちょっと不真面目な方向に走ってもいいんじゃないかなという意識になっていきます。これはね、決してね、あの人がね、あなたとの関係を終わらせたいとか、なくしたいっていう思いは一切ないです。それはあなたとの関係がうまくいかないことに対する不安、それを解消するための行動なんですね。あくまでこういった不真面目な行動っていうのは。ですので、この根本はあなたがあの人の行動、言動、結論、提案をどう受け入れるか。これがね、今後のね、あなたと、あの人の関係性が決まってくるのかなと思います。ですので、もうね、結論、あなた次第な部分はありますね。はい。あなたがあの人とどうなりたいのか。あの人の準備はもうできていますと。行動も徐々にされていくと思いますので、そこをね、はっきりしていただければなと思います。最後、まとめとアドバイス。まとめとしては、あの人は結構、現実、明確化されてあなたに対して何らかの今後の提案だったりとか、あるいはあなたが受け入れづらい状況にあるため、あの人は勢いであなたに対して向かってきます。それにうまくいかないことになると不安になってしまう状況、そして、今後その不安になってしまう状況によってあなたに対する思いっていうのも揺らいでしまう可能性があります。それは、あなた自身が環境が変わることに対して非常に不満に感じることによって、なかなか、決断できない。あの人はあなたと一緒にいたい。これからも仲良くしていきたいという思いは強いので、そこのあなたがあの人の提案を受けるかどうか、これがあなたとあの人の関係がうまくいくかどうかに関わってきます。ですので、あの人はすごい勢いであなたの提案をしていたとしても、内心は非常に不安なんです。その気持ちっていうのは汲んでいただければなと思います。アドバイス、これはね、あの人のグイグイの行動と裏腹にすごく不安な気持ち、これを理解してあげてください。理解してあげるとあの人も非常に安心するかと思います。それによって状況がより良くなってくる可能性があるので、ぜひね、お二人関係性を良くして、幸せになっていただければなと思います。はい。以上で
青のリーディングを終わりにします。はい、それは黄色を選んだ方のあの人の本音をリーディングしていきたいと思います。あの人目線であの人の過去、現在、未来の状況、心境を見ていって、あなたとの関係性、今後の展開などをお話しできればなと思います。それでは行きたいと思います。まずあの人の現状からお話ししていきたいと思います。クイーンオブカップ、こうですね、あなたに対して、優しさであったりとか、こう思いやりを持つ気持ち、このね、心の器というものが少しね、小さくなりつつあると。今まではね、結構こういろいろ受け入れてくれた部分であったりとか、あったと思うんですけど、どこかなんかちょっと違うなと、なんか変だなっていう部分があなたが感じている、というふうに思われます。で、右のカードを見ていただくと、こう過去との対比になるんですけども、やはり過去のあの人の良かった面が、徐々に減りつつある、それをあなたは、おかしいなというふうに思ってくるのかなと。で、あの人自身もやはり、過去より自分に余裕がなくなっているということにも若干気づいているというところがあります。じゃあその余裕がなくなっているのは何なのかっていうのをいろいろ見ていきたいと思います。やはりね、こう、表面的なシーンを見ると、ザ・ハイミット、こう自分に内省をしたりするたりとか、自分一人で、何か物事を考えたい、あまり、自分に構ってほしくない、状況に、なっています。どこかね、こう気持ちがね、こう周りに合わせるより合わせづらい、この自分のこうなんていうんですかね、モヤモヤっていうのをね、発散できない、そういった状況なのかなって、ちょっとね、こう恋愛以外の部分、お仕事であったりとか人間関係の方で、非常にこう悩んでいる。それをね、まず解決しない限り、あなたに対しての接し方っていうのに、余裕が生まれてこなくなってくる。なんかね、こう一人にしてほしいっていう気持ちは非常に強いのかなと出ております。やっぱ深層心理も見ますと、こう頭でっかちになっているのかなと。こうすればうまくいくんじゃないかとか、いやでもこっちの方がいいんじゃないかなって無数にね、いろんな考え、こうあっちとこっちやっていうふうに、考えてしまって、地に足がついていないんですよ、今の状況に。だから自分一人で考えても結論出ないし、誰かと一緒にいる時もその人に対しての優しさっていうものが減ってしまっている、そういった状況なのかな。どちらかというとこういろんなものにね、目がいっちゃう習性もあるのかなというふうに思います。はい。じゃあ今まで過去の部分でどうだったかっていうと、今まではね、こうもうね、全く何も考えてこなかったっていうよりは、勢いでその行き当たりばったりで、どうにかなるよというふうなものがあったので、今の状況に至るようになったのは、少しそういった行き当たりばったりっていうのは良くないんじゃないかなって考えるようになったのが、今のこう逆に自分の余裕がなくなった原因なのかなというふうに思います。はい。ここまででまとめますと、お相手は少し余裕がなくなっていて、過去の対比で見た時にあなたもそれに対して非常に、不安に感じている。それはあの人自身が人間関係だったりとか余裕がなくなっていて、一人で考えたいという気持ちがあり、それなぜなのかというと、いろんなものに目がいって、自分のやるべきことであったりとかを定められずにいる。じゃあ今まではそういった状況になぜなんなかったっていうと、何も考えずに勢いでやっていた、過去があるから、そういうの考えずにいたんだけど、そういったものをやめようというふうになってしまい、非常にこう自分に余裕がなくなってしまったという状況になっております。じゃああなたに対して、じゃあそれはどうなっていくかというふうに見て、今後どうなっていくかっていうお話をしていきたいと思います。はい、ナイトワンズ、でも結局ね、こうあの人っていうのは最終的に自分で乗り越えられる力があるし、ナイト・オブ・ワンズ、これはね、物事をね、一人で乗り越えられるカードなんですね。
ですので今の状況っていうのは近いうちに解消できる。しかもあなたの助けというものは大きく必要ないのかなと。助けがなくても一人で解決できるので、あまり心配されなくてもいい。元通りの優しい、心の広い、あの人に戻ってくるのではないのかなというふうに思います。ね、非常にいいカードが出てますね。じゃあお相手のあの人の周辺環境とあなたの状況すいません。あの人の状況、立場と周辺環境を見ていきたいと思います。ですがまだね、自分で乗り越えられるんですけども、ちょっとの間はね、やはりちょっと警戒心であったりとか、自分がね、できる範囲以上のことをね、やろうとしなかったりとか、っていうのはあります。でもね、徐々にね、良くなっている。あの人が余裕を取り戻し、あなたに対して受け入れたりとか、優しくしたりっていうのは徐々に広まっていきます。でも一気に、変わるっていうことはなかなかないので、そこはあなた自身も辛抱していただければと思います。左側のカード、ジャスティスの逆位置。これね、あまりね、あなた自身は、まずあなた自身の常識的な考えと、あの人自身の常識的な考えっていうのはそもそも違います。なので、あなたが常識だと思うことは、あの人から見て非常識だと感じる部分もあるんですね。ですので、ここではあの人に自分の常識をあまり押し付けないようにしてください。それはあの人にとって常識だと限らないので、そういうふうにしてしまうと、あなたとあの人の関係っていうのが、うまくいかなくなってしまう。ここではあの人が自分でね、自分の殻を破ってもらえるように見守ってあげるっていうことが重要になってくる。そういうふうになっております。非常にね、辛抱強く待っている必要がある。そういうふうに思われます。はい。それでは、最後にあの人、あなたとの関係のあの人の本音、結論、その願望ですね、見ていきたいと思います。はい。まず願望の方から見ていく右側のカードですね。辛抱強く、待ちましょうと。これを待たないと実りあるものが咲かないというふうに出ております。ですので、それを、大きな実りをするための我慢だったりとか準備というのは怠らずに、しようという覚悟はあの人にあります。なので、まずはあなたがそれを見守ってあげられるかどうか、これに、限ってくるこれがあなたとの関係が良くなってくる、重要なポイントとなってくるのかなと思います。左側のカード、ナイト・ペンタクル。これね、これもね、同じなんですけどね、あなたとの関係というのが、非常にまっすぐ、より、平坦な道に進んでいくには、あなたの見守ることが必要です。今は逆位置に出ていて、不安定な部分はもちろんあります。ですが、あなたがそういった見守ることによって状況が一変して、こうやって正位置のカードになり、正位置のカードで安定的にお二人の関係が前に進むよというふうになっていきます。ですので、あなたの非常に、ゆっくり見守ってあげるっていうのが大切なのかなというふうに思います。はい。で最後にですね、まとめとアドバイス。あの人の状況としましては、非常に心が優しくできなくなっている。それはあなた、過去の大変部分で、昔はすごい非常に優しい方だったとあなたは思っている。今はなんでそうなるかっていうと、非常に自分一人になりたかったりとか、自分に、一人で考えたいっていう風になっています。それは、あの人がいろんなものに手をつけてしまって、ね、迷っている状態、選択肢がたくさんあって、それ迷っている状態によって、なかなか周りに気を配る余裕がないと。今まではそういうの細かいこと考えずに、突っ走ってきたからなかったけども、今はそういうのに考えてしまう状況になってきます。で、今後としてはそれを乗り越えられる力、あの人にあります。ですので、あなた自身、待っていただければと思います。ですが、その際に注意しなきゃいけないのが、あなたの常識とあの人の常識っていうのは違う部分があるので、あなたの常識を押し付けること、これがあの人にとってすごく苦痛なことになってくるかと思いますので、そこは、気をつけていただければと思います。そういったものをしっかり配慮して見守ってあげることによってね、非常にあなたとの関係というのが前みたいな非常に安定した関係っていうのは戻ってくるのかなというふうに思います。はい、アドバイス、自分のね考えの常識を押し付けないであげて、見守ってあげると、あの人は元の
優しい彼に、あの人に戻ってくるのかなと思いますので、ぜひ頑張っていただければなと思います。以上で黄色のリーディングを終わりにします。